でこう傾けた時に気持ち残ってるような状態になったら、このペーストが入ります。この濃厚なソースが絡んでこの濃度です。はい、こんにちは、シェフのファビオです。今日はカルボナーラを作っていきます。はい、それでは材料紹介です。スパゲッティ、豚バラ肉、卵黄、粉チーズ、黒胡椒です。はい、それでは今日はカルボナーラシリーズということで、新作のカルボナーラを作っていきますと言いたいところなんですけど、ここ数年ですね、本格的なカルボナーラとかアマトリチャーナとか作る時にですね、イタリアのトンコレラの影響でいいパンチェッタとかグアンチャーレとか生ハムのですね、輸入が完全に止まってしまっていて、僕の動画見てくださっている視聴者の皆さんはベーコンで代用したりとか、あとは料理ガチ勢の方、塊でパンチェッタ作ってそれでやっているって方もいるんじゃないかなと思います。で、本格的なカルボナーラは食べたいんだけど、さすがに塊肉でパンチェッタ作りはハードルが高いっていう視聴者さんに向けてですね、今日はスーパーのパックの豚バラを使って即席のパンチェッタを作る作り方をやりつつ、それを使ったカルボナーラをですね、これから作っていきたいと思います。そういえばですね、最近僕の新しいワンパンの本が発売されたんですけど、その中でもこの即席のパンチェッタのレシピがですね、いくつか入っているので、気になる方は概要欄ぜひチェックしてみてください。はい、それではまずはですね、このスーパーで買ってきた豚バラの焼肉コーナーとかにあるちょっと厚めの豚バラです。でこれをまず開けて、で今日は1人前なので、使う分だけだいたいこの3切れぐらいを、でここからですね、いつものお肉の下処理と同じで脱水をさせていくんですけど、こうやってバットに塩を打つ時にですね、一番理にかなっているのは、このお肉を置く前にバットにですね塩します。まんべんなく。であと今日は細かい黒胡椒をですね少し多めに。で塩したらここに1人前3枚ぐらいの豚バラをのせて、でこの上のところにも少しですね強めの、まんべんなくなんですけど強めの塩で、同じく胡椒。そしたら少し厚みがあるので、この油の部分にもこの周りの塩をつけてあげる。でこの側面も全体がこう塩で覆われるように、これで最低ですね15分ぐらいこのまま置いておくと浸透圧で水分が出るので、その水分を取って今日は使っていきます。でもちろん15分ぐらいしたらですね、もう本格的で美味しいカルボナーラ作れるんですけど、より本場のパンチェッタとかグアンチャーレとかやりたいよって方はですね、今日も一応この準備してあって、これは1日前に今の工程をしたパンチェッタです。でこれはラップをしないで冷蔵庫に1日入れたものです。そうしたらですね、もう硬い状態で、もう市販のパンチェッタとほぼ変わらない状態になってます。であとは焼肉コーナーに行くとこの豚ほほ肉のお肉もたまに売ってるので、それでやればグアンチャーレです。でこれが1日経ったものです。で今日はですねクラシックなローマとかで食べられるようなカルボナーラにしていきたいので、卵黄が2つです。1人前2つに対して崩して、あとは今日はパルメザンチーズを入れて、でこの卵黄2つに対してだいたいチーズがですね 14g ぐらい入るとすごく美味しい、しっかり味の決まったカルボナーラになります。でここでしっかりと混ぜ合わせて卵黄ベースをすでに作っていきます。でこういう感じです。でこれで仕上げにですね加えてソースとして使っていきます。はい、それでは今15分ぐらい経ってきて、少しこう肉が濡れてきたので、そしたらペーパーでしっかりと拭き取る。そしたら今も余分な水分が抜けてうまみの塊ができたので、これを適当な大きさにカットしていきます。で完全な加工肉だったらもうちょっと硬くなってるんですけど、あくまでも豚バラの甘みが残ってる状態なので、加工肉切る時よりはちょっとですね大きめにカットします。
はい、それではこれで下処理が終わったのでパスタを茹でていきます。今日はカルボナーラの濃厚なソースに合わせて 2.2mm のスパゲッティを茹でてるんですけど、茹で汁を加えるソースになっているので2リッターに対して 25g の塩が入ってます。でパスタを茹でてる間に先ほどカットした豚バラと、あとはアルミパンでやるときはちょっと豚のですね滑りを良くさせるためにオリーブオイル少量加えて、で加熱始めます。でまずは中火ぐらいでですね豚がパチパチ跳ねていくまで加熱をします。で今ですね軽く豚肉に軽く焼き色がついてフライパンがですねちょっと焦げ付き始めたんですけど、ここから弱火に落としてじっくりと肉をカリカリに焼いていきます。焼き色がついてくるとですね豚のですね今いい香りが立ってきました。はい、それでは今ですね油が徐々に出てきて少し焼き色ついてきました。で豚をですねこう避けるとそこに油が溜まってます。本格的なカルボナーラとかですねアマトリチャーナ作りたい方はですねここの油絶対捨てちゃダメです。でこの油と茹で汁を合わせてコクのあるコテコテのソースを作ってあげます。でこの油の中に一つポイントで粗挽きにした胡椒をこの油の中に加えて粒状のものを入れるとこの油の中で胡椒の香りもしっかり立つので、この状態ですねまだまだ豚を焼いていきます。胡椒を加熱するとですね豚のこのこってりとした香ばしい香りに胡椒の爽やかな香りがですね立って、もうこれだけで美味しい状態です。はい、それでは今12分茹でのパスタで残り3分ぐらいになって、これぐらいカリカリになってフライパンにこの豚のうまみが茶色いですねこの焦げ付きが出てきました。そしたらここで、茹で汁で、あとは水でもちょっと調整して、でこの底についたうまみをですねこそげながらやると、見てください、このカルボナーラとかですねこの色が大事です。白濁してちょっと豚骨ラーメンみたいな状態になっているのが理想です。それではこの汁気多めの状態であと2分ぐらいですね茹で上がりがあるちょっと固めのパスタを入れて、この中で仕上げをしていきます。これはイタリアの作り方で、こうするとパスタのでんぷん質がですねソースに溶け込んで、とろみがついたパスタになるので、カルボナーラもですねまとまりが良くなってすごい作りやすいっていう利点もあるんですけど、カルボナーラって最後にこの硬いベースを加えていくので、ここである程度の余力の水分量がないともうボッソボソのカルボナーラになってしまうので、ここで水分を煮詰めながら水分量を完全にコントロールして、そこから入れることによって、間違いのないカルボナーラになります。であと30秒ぐらいなんですけど、傾けた時にまだ汁気が結構多めに残ってるので、これをもう少しだけ煮詰めてこの豚のですねうまみをパスタに吸わせていく。で今茹で上げの時間になったので少しもういい感じになってきて、もう少しですね最後チューニングで強火で詰めます。はい、で傾けた時にさっきの水分が減って気持ち残ってるような状態になったら、ここで火を止めます。で今熱々の状態、この状態で入れるとちょっといり卵のような状態になるので、少しだけ湯気が落ち着くのを待ちます。煽って温度を下げる。でちょっと水分足んないなと思ったらまた足していい濃度にしてから
で軽く湯気が落ち着きました。そしたらこのペーストが入ります。でこれをこの残った水分量の中に溶かすイメージで回す。で素早く混ぜていくと、もう溶けるとですね、ここで卵とチーズがソースに溶け込んで、もうとろみがいい状態になるので、で見てください。こう傾けた時にしっかりと麺にこの濃厚なソースが絡んで、この濃度です。でここまでいったら盛り付け入ります。はい、これでカルボナーラの完成です。はい、いただきます。皆さんもこれは完全にローマで食べるカルボナーラが完成しました。で今日のこの即席肉の作り方って僕自身 SNS で配信するのこの動画が初めてなので、この即席肉を使ったカルボナーラのこの美味しさっていうのをですね、まずは皆さんに作っていただいて実感していただきたいですね。はい、ごちそうさまです。今日のこのカルボナーラなんですけど、即席肉のこの作り方本当に最高なので是非作ってみてください。はい、いつもコメントありがとうございます。楽しみに拝見させていただいてます。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。